無課金初心者こそスキルポケモンを活用すべき理由。じゃあスパルと申します。連発スキルウィークお疲れ様でした。皆さん素敵な1週間となりましたでしょうか。前回の動画で木の実ポケモンにはないスキルポケモンの強みについてお話ししました。安定感がないっていうのは強さでもあるよねっていうお話でしたね。今回はそんな得意なものスキルのポケモンたちの活用法についてお話ししていきたいと思います。2025年から追加されたある要素によって無課金や初心者プレイヤーでも育成が劇的に楽になるかもしれません。年間の育成計画に組み込んでみてください。それでは参ります。ということで、無課金や初心者こそスキルポケモンを活用すべき理由、この一つに集約されていると思っています。強化するのが楽だから。強化するのが楽で、その上でちゃんと強いからでもありますね。今回は強化が楽であるっていうことにフォーカスしてお話ししていきます。皆さん、スキルポケモンの強みって何だと思いますか？前回の動画で話したね、安定感がないからこそ上振れた時爆発力があるよねっていうのももちろん強みなんですが、私が考えている最大の強みは、スキルレベルさえ高ければ強いってことだと思うんですよね。基本的にはスキルレベルさえ高ければ本体のレベルが低かったとしても高いパフォーマンスを発揮してくれます。例えばね、まだ始めたてです。ポケモンたち全員レベル10ですっていう時に、エーフィーのスキルレベルがマックスの7だったとしたら、キノミ S のライチュウやバタフリーの3倍くらいエナジーを稼ぐこともできると。これはね、スキル確率アップ M も持ってるんですけれども、こういう風に極端な例ではあるんですけど、育成を頑張らなくてもこれだけ強いんですよね。エイフィーだけレベル10のままで他のポケモンをレベル60にしてもエナジーの水準だけはね同じくらいすでにあったりします。ちなみに同じくねスキルレベルマックスの6にしたミミッキュはレベル10だと全然強くないんですよね。これがねミミッキュやオーグルの木の実バーストが初心者には全くおすすめできない理由だったりします。彼らはスキル版の木の実ポケモンみたいな感じでちょっと例外ですね。例外多いんですけどね、このゲーム。話を戻して、確かにね、レベルが低くても強力なスキルなんですが、スキルレベルを上げるためにはアイテムが必要ですよね。メインスキルの種。これまで無課金ユーザーにとっては非常に貴重なアイテムでした。それが2025年、スリープポイントのノーマル交換所にも追加され、無課金でも一応年12個の金種が約束される環境となりました。年12個金種を交換するのはなかなか大変だとは思うんですけれども、ね、もし12個交換する場合、残りのスリープポイントでポケサブレどれだけ交換できるのかってことについてはね、この動画でお話ししてます。で、大事なのはここからで、スキルレベルを上げるリソースは増えたんですよね。で、長く遊ばれてる方はお分かりになると思うんですが、レベル60目前になってくると、1ヶ月で1、2レベルしか上がらないし、飴で育てようにも夢のかけらがめちゃくちゃ必要みたいになってきますよね。序盤よりも厳重な育成リソース管理が求められると。で、レベル上限解放があったとして、60から65とか、とんでもないリソースを要求されそうだなってなんとなくわかるじゃないですか。でも仮にエーフィーのエナジーチャージ M にスキルレベル8が来たらどうでしょうか。スリープポイントで金種交換してエーフィーにあげたらはい終わり。強化完了なんですよね。ある意味育成めっちゃ楽じゃないですか。レベル8がねすぐ来るかどうかっていうのはまた別の話にはなってしまうんですけれども、ある意味スリープポイントを使って育成リソースを節約できてると捉えられるんですよね。これを狙いたい。無課金の多くはない育成リソース、特に初期勢的にはね夢のかけらだと思います。これをスキルポケモンとメインスキルの種をうまく絡めることでエナジーは確保してもらいつつも育成リソースを浮かせて、その分で食材のポケモンをレベル60にしたりとかやりくりしていきたい。このメインスキルの種の供給が増えたことによって育成をちょっと楽にできるかもしれないっていうポイントは押さえておきたいところだなと思いました。初心者であればね、メインスキルの種によって数ヶ月育成しなければたどり着けないようなエナジーを素早く手に入れられたり、長く遊んできたリサーチャーでも莫大に必要になってきた育成リソースを節約できる可能性があったり、メインスキルの種追加、思っている以上に我々のポケモンスリープ生活を楽にしてくれる存在なんじゃないかって、一種のね、育成用アイテムとして見ることもできるなって、そういうお話でありました。
ちょっとね、こういう観点も持っておくと、今後の厳選育成計画だったり、メインスキルの種交換計画にね、影響出てくるんじゃないかなと思うので、強化が楽で、それでいて強いスキルポケモンたち、ぜひうまいこと活用しながらポケモンスリープライフ楽しんでもらえたらなと思います。そんな無課金や初心者こそスキルポケモンを活用すべき理由でした。後半ではね、スキルレベル8がいつ来そうかとか、レベルの上限解放、ワンチャン来月来てもおかしくないんじゃないかみたいなお話しようと思いますが、その前にスキルウィークの最終日のリサーチやっていきたいと思います。進化後のポケモンをゲットするのも時短に効果的な時もあるので、それなりにおすすめです。めちゃくちゃ鼻声なんですが、ご容赦ください。どうぞ。じゃあ、ということで、サレポやっていきたいと思います。552日目のリサーチ、連発スキルウィーク、最終日のリサーチとなります。ウォーグルワシボンの星3は見られておりませんので、果たしてどのようなリサーチとなるのかといったところ、最終日はぐっすりタイプ、アローラ球根あたりにも期待していきたい、そんなリサーチとなるんでありましょうか。ニューラはまあ1回出会えてからいっかね、今週ね。ということで、お聞きの通り、がっつり鼻声、なんかね、がっつり鼻声になりました。大丈夫なんでしょうか、私。ねえ、あんまりね、その外に出たりとか、人とめっちゃ喋ったりとか、する生活サイクルではないんですけれども、別に体はね、全然元気なんだけど、がっつり鼻声なんだけど、鼻水めっちゃ出るんだけど、それ以外は目とか痒いとかいうわけでもないから花粉症でもないし、まあ多分風邪の類でありましょうというところなんだけど、まあこんだけ喋れるしね、元気なんだよね。ということでね、たくさんご飯を食べて、しかしながら胃とかには優しいご飯を心がけて、いっぱい眠って、さっさと回復していきたいなと言っておきながら、スキルウィークラストリサーチでありますので、もう見たことのない寝顔を見散らかして、もチャンスついてゲットし散らかして、ね、優秀の美を飾っていけたらなというところであります。の花節減フィールドボーナス 45% 最終日、2億2942万4200のリサーチとなりました。星2寝顔2つ、星3寝顔3つ、お腹の上で1つ見てまいりましょう。リサーチへ。さあ、の花ぐっすりをこれぐらいの眠気パワーでやるのもかなり久しぶりな感じがするんだけど、お腹の上でグレイシア嬉しい。これ見たことないんじゃない？見たことありました。見たことありましたけれども、連発スキルウィークにふさわしい、ね、最後のお腹の上寝となったのかなと思います。別にピックアップでも何でもないんだけどね。ということで、手叩き寝と元気いっぱい寝もおっぴろげ切って手足をバタバタさせきってくれている2体となりまして、星3が4つあったっけ？そんな感じだよね。だからまだあると思いますし、クソデカウォーグルちゃんの影とか出てきてくれたらいいなというところで、ニューネガオは星3ネガオのワシボン、オーグル。あとはアローラロコン、球根あたり？アローラロコンは確か全部見たんだったっけな。アローラ球根あたりかな。さあ、誰が出てきてくれるんでしょうか。ニューネガオ、パン！でーけー！でーけー！つまみ食い星3ケッキングちゃん、こんにちは。どこから集めてきたの、その草。こんなね、そんな若草生えてなさそうなの花雪原でいっぱい蓄えたね、ケッキング。あらあらあらということで、マニューラが出てくるまではマジでずっと食ってんじゃん。マニューラが出てくるまでは、このね、の花雪原の、なんだろう、万人みたいなね、最後の砦みたいな寝顔でありました。ケッキングちゃんの星3寝顔をリサーチすることに成功しました。足もかゆいんだね。かわいい。嬉しそうだよね。どことなくね、ニコニコしながら寝てるような気がいたします。やっぱこれぐらいね、眠気を極めると、寝ながら食事をとることもできると、ルフィ方式だね。モンキー D ルフィなのかもしれないね。ケッキングちゃん星2を飛ばして星3となりました。世界一ぐうたらで一日中寝そべったまま暮らす。ごくまれに自分の周りの草をつまみ食いしながら眠ってしまった姿も見ることができるよというね、の花雪原でしか見ることができないんですけれども、この草は本当にどこから集めてきたんでしょうか。ケッキングでありました。知ってるんだろうね。ちゃんと食べれる草が生えてる。よく見るとこの草凍ってるだけで中の色はこの色なのかな。さあ、というね、ケッキングでありました。これは嬉しいね。ヤドンと、そうなのもう、祝福しに来てくれている感じあります。の花でしか見られない寝顔も。
ワシボン、オーグルは最悪の花じゃなくても見られるからいっか。というところで右見ていきましょう。とはいえあれだな、シアンとウノ花じゃないとワシボン、オーグル星3見られないから来てほしすぎたんだけど、ここはもう今日はウノ花雪原って感じのリサーチになりきっているのかなという皆さんでありました。さらにひっくり返っても手叩いてる子もいればひっくり返ってる子もいるよというね。そしてお腹の上も横もグレーシャーといっためちゃくちゃウノ花雪原らしいリサーチとなりましたね。ということでまとめてリサーチしておやつタイム入っていきましょう。残念ながらワシボン、オーグル最終日ね、ネガを埋めることはできなくて、そこだけはちょっと残念といったところではあるんだけれども、リサーチ的には本当にケッキングの星3見れたのはマジ良好かなというところだね。トドゼルガの星3も見てないんだったっけな。まだ楽しみはそれなりにあるし、マニューラがね、その最大眠気パワーを更新してくれたはずでありますので、今後はマニューラの星3だったり、ケッキングのお腹の上でもリサーチできるように徳を積んでいきたいなといったところであります。ということでおやつタイムやっていきたいんですけれども、これはどうしようね。種ポケっぽい子にやっぱ行くのが正解かなと思いまして、ここは玉ざらしちゃんにする。ヤドンいっそヤドンありなんでしょうか、どうなんでしょうか。すでにね、トロゼルが2体おりまして、ウノ花のメインメンツは大体固定化されているといったところでありますので、気まぐれのヤドン。いや、玉ざらし行くか。ヤドン結構ね、ラピスとかでも出てこられるし、ここは玉ざらし、ウノ花っぽいね。今日このラストリサーチ、ウノ花っぽいリサーチで締めくくっていこうかなと思います。手叩いて喜んでくれる20体目の玉ざらしとなりました。ありがとう、玉ざらし。ということで、無事ね、チャンスで大成功出てくれてお迎えに成功したラストリサーチとなりました。最後は本当になんか連発スキルウィークっていうよりは、ウノ花雪原のとってもいい一日って感じのリサーチになったのかなと思います。で、今日の1枚なんですけど、ケッキングちゃんにしてもいいが、さすがにあれかな、需要的には玉ざらしの方が多かったりするかな。ひっくり返りきってて可愛すぎる玉ざらしにしておこうかなと思ったんだけど、別に特に意味はないんだけど、ウノ花でしか出会えないからこっちにしてこうと思います。トドグラちゃんにしまして、以上でフィニッシュとさせていただきましょう。生ケロね、もう1体ぐらいお迎えできるかなと思ったけど、そうはならなかったんだけれども、またね、ウノ花に来る楽しみしっかりと残せたのかなというところで、リサーチ XP 夢のかけらバチバチだ。もうお腹の上でグレイシアがかなり頑張ってくれたんじゃないかなという感じでしたね。ありがとうということで、大成功でお迎えに成功いたしました。玉ざらし見ていきたいと思うんですけれども、スマホは激重なんですけれどもね、口はね、特に止めずに回していきたいなと思います。さあ参りましょう。玉ざらしちゃん20体目のお迎え、フレンドレベルは21となりました。オスでずぶとい玉ざらしちゃんなんだ。玉ざらしとずぶとい似合うね。木の実は3つになっていない食材なんでしょうか。ポン。BB タイプとなりました。ミート得意、ずぶといだからすごいのんびり屋さんだね。さあということで、食材ゲットのレベルが上がってるんだね。これがこの SP になっているよといったところをサブスキルせーのほいということで、スキルレベルアップ M お手伝いボーナス睡眠 EXP ボーナスといった感じでありました。金スキルもりもりだね。ただし食材確率アップ S 所持 L といった感じで、どちらかというと食材のポケモンに持っていてほしいスキルレベルアップ M はスキルのポケモンに持っていてほしいというところでね、絶妙な噛み合いの見せなさを見せているわけなんですけれども、この子はずぶとくてね、のんびり屋さんなのでオールオッケーですって感じの手叩き見せてもらいました。ありがとう玉ざらしというね、1週間のウノ花雪原スキルウィークでありました。皆さんはワシボンオーグルどれぐらい見られましたでしょうか。最後ね、ラピスラズリ湖畔のスキルウィークラストリサーチで締めくくっていきたいと思います。バトンタッチじゃあということで、サブアカのリサーチもやっていきたいと思います。実にゴールドって感じの面々でお届けしたいなと思います。メインアカウントもサブアカウントもね、スキルウィーク終わった次の週はゴールド急発電処理へ来ております。さあ537日目のサブアカリサーチ見ていきたいと思います。ちょっとね、鼻声お聞き苦しいかと思うんですけれども、もう少々ご容赦いただけたらなというところであります。ちょっとね、メインアカウントもサブアカウントもね、どっちも
先週スキルウィークのタイミングでかなり食材を枯渇させきってしまったので、今週は木の実タイプ中心にのんびりやっていこうかなと思いますね。あとはもう丸のオムちゃんとかも週の中頃から入れていって夢のかけらをちょっこり集めたりなどね、まったりとした1週間を過ごそうかなと思います。バレンタインもそろそろ来そうな気がするしね、今週中に何かしらの発表がされたりとかするんじゃないかな。どうだろうね。でバレンタイン終わったらそのポケモンでに何かしらの情報出るだろうなみたいな感じでね、2月はどのような感じとなるんでしょうか。おそらくバレンタインのタイミングで新ポケモンが追加されてとかだったは思うんだけれども、そっから先果たしてといったところと言いながらも、まずはね目の前のスキルウィークラストリサーチに集中していきたいなと思います。眠気パワーは2億1490万4000で、ラピスラズリコハンフィールドボーナス 65% そんぐらいでやっていきたいと思います。マルノームちゃんをかなりの時間入れていた割には結構頑張ったのかなというような感じですね。星2ネガを1つ、星3ネガを3つ、お腹の上ね1つ。参りましょう。ぐっすりリサーチ。エルレイドだったりキテルグマだったり出てくるんでしょうか。ウェーニバルとか来てもいいんだけど、お腹の上ねはコダックちゃんで不穏なスタートとなりつつもウェーニバルの星3とかが出られるぐらいの眠気パワーというかランクにはまだなってなかったんじゃないかなと思うので、結構怪しさ満点のスタートとなってはいるんですけれども、コダックとそうなのめちゃくちゃ可愛いね、ありがとう3割見ていきましょう。さすがにニューネガオはほとんどないと思うんだけど、花スリスリキワワーちゃんが来てくれていまして、ここまでまだ眠気パワーは使えてないぞといったところ、ラルトス来てほしいんだ。あとはシンプルにスキルウィーク丸まっているのはニャース先輩。大丈夫そう大丈夫そうといったところさ、左側にこのリサーチのね最終日の命運託されていったのかなというところ、星1ネガオはジタバタ縫いこぐま夢でダンスね、ちゃんとウェーニバルの星3ネガオラインまで上り詰めとるやないかいということで、元気いっぱい EV ちゃんもねもう踊りを真似してるのかもしれない。歌うププリンがおりまして、ラルトスには結局1週間で2回ぐらい1、2回しか出会えなかった、そんなリサーチとなりました。ではまとめてリサーチしておやつタイム入っていきましょう。いや、トータルね、かなり下振れてそうな見た目には見えるんだけど、ウェーニバルの星さんが相当眠気パワー消費の大きいポケモンなので、割と頑張ってんじゃないかな。どうだろう。ウェーニバル1体でね、相当頑張って、でもトータルかなり下振れなのかかなり下振れ寄りではあるのかな。でもウェーニバルの星さんがいなかったら結構大事故発生みたいなところもなきにしもあらずだったので、これはかなりウェーニバルに助けてもらえたのかなというところであります。クワッスの飴をね今がっつり探している最中でありますので、それも非常にウェーニバルにチャンスがつくんだ。もうウェーニバルだ今日は。でもウェーニバルあと4ゲージだからボナサブプラスポケサブでお迎えしよって思ってたわけなんですけれども、しっかりと今日はウェーニバルの日を迎えさせていただきましょう。いや、ラルトスマジで全然出会えなかったな。すやすや引けなかったっていうのもあんのかな。もうあんま関係ないよなこんだけね闇鍋でスキルのポケモンたちがピックアップになっていると、デデンネもそういえば全然出会わなかった気がするんだけど、みんなはねこのスキルウィークのリサーチどのような感じとなりましたでしょうか。さあウェーニバルお迎えできたぜ、嬉しい。さあそしてもう一体は誰行こうかね。せっかくねこのラピス来てるからさ、やっぱヌイコグマちゃんとかお迎えしてもいいなみたいな気持ちがあるんだよね。今ねヌイコグマうちには AAB のヌイコグマちゃんがレベル34ぐらいで、 AAA のヌイコグマちゃんが育てられてないんだけど1体いるというような感じでね、ぶっちゃけ飴的には600個700個ぐらいはねあったような気がするので、もう1体何かの間違いで育てるというムーブも全然ありなのかなと思いつつだね。あまりにも思いつつだね。キュアは言っていいどっからその選択肢湧いて出たんだって感じなんだけど、ポケサブレではなくてボーナスサブレでね。なんかね、やっぱ進化ポケモンってこういう本当になんか誰狙ったらいいんだろうなみたいな時にちょっとそっとねサブレを上げていけたら嬉しいなっていうね、そういう気持ちでおりますので、キュアワーちゃん3度目のボナサブ的な感じになるのかなと思います。残り7ゲージのんびりどっかでね出会った際にはお迎えさせていただこうと思います。キュアワーちゃんもねコーンのポケモンでありますし、実はうちね生姜のポケモンいないんだよね。いないっていうと語弊があるんだけど、レベル60のライチュウとレベル60の爆風雲で
2体を入れておけば1日70個ぐらい70個80個ぐらい確かね生姜を集めてもらえるといった流れになっていたかなと思うんですけれども、まあ言うてね、その食材ポケモンとして生姜のプロフェッショナルがいるというわけではないので、キュアワーがその位置に座る可能性もあったりなかったり、あったりなかったりなかったりなのかなというところでありましてね、キュアワーも最近強化入ったりしましたので、まあちょっとどういったところになるのかというのをね楽しみにしつつもね、ちょっとずつ仲良くなっていこうかなと思うところであります。リサーチ EXP 夢のかけら、こんな感じとなりました。ウェーニバルだ、これかなり本当に助けてもらったんじゃないかなという感じ。こうやって見てみるとそんなに悪いリサーチじゃなかったのかなというところでしたね。ということでお迎えもしてしまいました。ウェーニバル、初ウェーニバルだぜ、よろしくね。さあ、オスのウェーニバルレベル26、臆病な子であります。 SP929、 高いぜウェーニバル。さあ、食材なんでしょうか。パン、BB タイプとなっております。ずっと探し求めてたんですけど、最大所持数 M を持ってるかなって、2個目まであれだ、サブスキル解放しちゃってるね。お手スピ下がってるんだけどもうちょっとわかんないな。どうなってるんでしょうか。エナチャのレベルも普通、木の実 S でもない、別に金スキルも確定していないサブスキル。せーの、パン。所持 M、スキル M となりました。で、EXP 獲得量アップがあるのでね、パッとレベル30まで上げて、ちょっとお手伝いしてもらうなんていうことも不可能ではないなというところではありつつもだね。特にこう食材絡みに補正がかかっていないので、なかなか単品でお手伝いしてもらうのは難しいのかななんて思うんですけれどもね、やっぱりこの進化後のポケモンたち、最終進化の子たちはね、高レベルで加入してもらえて、パッとレベル30に上げられて、もしね、それこそ AA とかだったら大豆の即戦力になるし、AB でもね、そのネギの即戦力にできたりとか、本当に困ってる時にちょっとだけお手伝い入ってもらったりとか、いろんな選択肢を広げてもらえるね、と思っているので、進化後ポケモンの直ゲット大好きなんですよね。今後もバシバシ狙っていきたいなと思いますし、無進化の子たちともね、仲良くなれる機会あれば積極的に仲良くなっていきたいなと思います。ということで、メイン赤もサブ赤もあれだね、非常に最終日はスキルウィークっぽかったのかと言われると微妙な感じではあったんですけれども、非常にいいね、1週間の締めくくりができたのかなと思います。次の1週間はゴールド9発電所にメインアカウント、サブアカウントどちらも戻ってまいりまして、メインアカウントはフィールドボーナスがついに 70%、75%、もうあと2週で 75% カンストしてしまうという中で、コーヒーのポケモンたちどこで折り合いをつけていくのか、いよいよ考えなければならないのかなというところでありますね。そしてメインアカウント、サブアカウントはね、ポケモンたちの育成にしっかりね、精を出していきたい、そんな1週間となるでしょうかね。スキルウィーク非常に楽しかったです。皆さんのね、スキルウィークの感想だったりあればぜひね、コメント頂戴できたらなと思います。そんな連発スキルウィークの1週間でした。ありがとうみんな。また来年もあるのかなというか、スキルウィークまたなんかちょいちょいやってほしいよね。スキルのポケモンに脚光が当たる瞬間ね、また期待したいなと思います。さあ、ということで戻ってまいりまして、ウェーニバルゲットしちゃいました。こうね、あんまり狙いの種ポケモンとかがいない時なんかは結構進化後の子とか、無進化ポケモンとかね、リソースをそこまで使わなくても強いポケモンたち狙いがちだったりしますね。まあ食材ポケモンは特にかな、レベル30でぐっと強くなりますしね。こう最近だとガルーラとか、まあそれこそキュアワーとかもね強化されたりしたので、ちょっとねなんか今サブレあげたい子いないなみたいな時にいる場合はね、ぜひ狙ってみていただけたらなと思います。まあどっちも生姜の子だったりはするね。海竜とかもね25ゲージ、まあえぐいんだけどゲットしたいよね。またね力をつけてラピスラズリに戻った際には狙う機会も作れたらなと思いますね。バンギラスの直ゲットはすでにやったことあるので、海竜探したいよね。超成功待ちたいなと思います。さあそんなわけでね、金種増量とポケモンの育成強化についてのお話だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。やっぱこうね、自分で話してて、今は食材のポケモンのレベル60を目指すべきというか、目指したいなーって改めて思いましたね。やっぱスキルの子たちってレベル上がってもめっちゃ能力上がるというわけではないので、それこそ普段の睡眠に EXP はなるべく食材の子たちに渡せるように今はね気を配っていきたいかなと思いましたね
気づいたらデデンでレベル60になっててさ、レベル50のね、サブスキル解放したかったから、そこまでは育てたんだけど、そっから先、別にそんなに育てんでもよかったかもな、みたいな。多分ね、結構飴とかけら使ったはずなんだよね。スキルのポケモンってね、一応第3食材解放しちゃうと、スキル期待値ちょっと落ちちゃうのでね、最大所持数が埋まりやすくなっちゃうので、食材のね、パターンにも結構左右されるんだけど、今ね、うちにレベル57のブースターがいたりとかして、飴もあるからね、60にしちゃってもいいかななんてちょいちょい思わないでもないんだけど、あとはたまにね、飴のミッションとかでブースター育てたりもこれまでしてたんだけど、一旦後回しでよかろうと、ちょっと冷静にね、考えられるようになったかなと思います。そんなわけでね、金種増量後の世界の育成についてもふわっと考え続けていきたいですね。この発想ね、もともとコメントでもらったもので、その時はね、エナチャ M についてだったんですよね。エナチャ M って今までいらんと思ってたけど、木の実タイプとそこそこ張り合えるエナジーに設計されてて、レベル上限解放された時、木の実タイプだと強化に莫大な夢のかけら必要だけど、エナチャなら金種1個で済むから、育成楽なんじゃないかと思ってきた。本音を言うと、EV の使い道が欲しいだけだけどってことで。いや、いい着眼点だよね。60から65絶対きついもんね。それだけね、木の実エナジーの伸びも大きくなってくるんだけど、金種1個でハイパフォーマンス出せるんだったら、その分でね、レベル60の食材ポケモン量産したくないみたいなね。あとはね、この最後のね、本音を言うと EV の使い道が欲しいだけだけどなんだけど、こういう観点も大事だよね。このポケモンをどうしたら活かせるのか、この子推しだからみたいな、そういう風に考えていくのもね、また新たなね、道が開けたりとか、自分だけのチーム編成、これがいいぜっていうね、チーム編成見つかったりとかもするので、ちょっとね、そういうアイデア分けてほしい。ねえ、ぜひよろしくお願いしますといったところなんですけど、それでね、金種のお話、転じて、初心者であれば、スキルで時短できることもあるよねっていう話、基本的にエナジーチャージ系になっちゃうんだけど、あとは初期勢の私なんかは、かけら節約的な観点をね、しっかり見ておきたいなっていうね。これからまた次のアメブーストに向けてかけら貯めていかなくちゃだったりもするしね。そんなね、リソース管理ゲーの側面が強いポケモンスリープに新たなリソースが追加されたよっていうお話でした。で、レベル8、いつ来るだろうね。そもそもね、エナチャのレベル7が来たのが2024年の2月29日らしくて、あとちょっとでね、1年くらい経つんですよね。で、その時って初のレベル上限解放があったタイミングなんですよね。50から55。これって多分、木の実エナジーが伸びるから、木の実ポケモン日強みたいになりすぎないように、スキルもそのインフレについて活かせようみたいなね、調整の意図があったんじゃないかなと思って、それで考えると、60から65が来た時は、マジでレベル8来てもおかしくないよなと思ってます。木の実もね、さらに強くなるし、食材ポケモンたちはね、この今の環境でもうすでに完全体みたいになってるし、ただね、まだレベル7が来てないスキルが結構あるんですよね。それこそ、元気オール、料理チャンス、お手伝いブースト、木の実バースト、と、その煽りを受けていそうな指を振るとかね。なんかね、全部レベル7出揃ってからレベル8解禁になりそうな気もちょっとするよね。今挙げたようなね、強スキルの類って勝手にインフレについていける性質を持ってるから、エナチャとか夢のかけらゲットはね、置いてかれちゃうからね、そこは性質が全く違うと思うんだけど、そのあたりね、どういう判断になるだろうね。でもなんとなくやっぱ本命は60、65のレベル上限解放に合わせて来るんじゃないかなって気がするね。その時ね、解禁あるにせよないにせよ、なんとなくは運営さんの調整意図というか、目指したい方向性は見える気がしないでもないから、それを待ちたいかなと思います。エナチャなんてね、特に初心者9歳の神スキルだろうし、もうバンバンやってほしいよね。あとね、夢のかけらゲットもどちゃどちゃに強化やってほしい、マジで。夢のかけらゲットはね、強化しても売り上げに繋がらなさそうなのがね、もう本当にいやーね、もう本当になんだよね。課金できる人なら幸運の子を使えばいいみたいなところもあるし。
闇ラミ超強化&夢のかけらゲット爆裂強化ならみんなトープ行く？サブレ投げる？そんくらいやってほしいよね。まあやっぱ課金税の大半にはね刺さらなさそうなので後回しにしちゃっても何ら問題なさそうだよね。でまあ60から65解禁なんですけど、なんとなくね新フィールド来る前には来るんじゃないかなという気がちょっとしています。こう50から55の解禁が2月末、昨年の2月末で、55から60の解禁が昨年8月で、まあ、ざっくり半年に1回くらいレベル上限解放来てるので、なんなら来月上限解放は全然あるんじゃないかなみたいな。それこそ来月末とかまあ3月とかね、2月27日は毎年恒例ポケモンデーもありますしね、またその辺で大きく環境が動くかもしれないなということで、いやーね、ここまでエナチャーの話軸でしてきたけど、私マルノーム強化されたらさすがに小躍りしちゃうね。いやもうウッキウキ。そんな感じでね、皆さん的にはねいつくらいに強化上限解放来ると思いますでしょうか。いやどうだろうね、がっつり課金されてる方とかレベル60のポケモン今どんぐらいいるんでしょうね。私が今メイン赤が8体で、サブ赤が1,2,3,4,5,6体かな。なので倍じゃ効かないくらいいるんかな。どうだろう、3倍くらいいるとしたらなんかさすがに上限解放しどきな気はするよね。まあそんな感じで今回のテーマなかなか良かったなと。ちょっとねテーマをある意味絞りきれなかったから言いたいこといくつかあって複雑になっちゃった気もするんだけど、これもまたね個人的にとてもやって良かったなと、思考の整理と今後のふんわり予想がねできて、楽しかったです。またね皆さんの発見気づきなんでもね教えていただけたらなと思います。本当にね改めてコメントいつもありがとうございます。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッド、そしてチャンネル登録していただけますと動画制作の励みになります。本当にいつも応援ありがとうございます。それではね、スキルウィークが終わってまったりとした1週間かなと思うんですけれども、バレンタインキャンペーンがね、来月来そうな気もするので、まあ一応バレンタインに向けてやれる準備はゆっくりと進めておきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。